皆様こんにちは、セリナです。今回はディオール、ナーズ、プラダビューティー、バーバリービューティー新作クッションファンデーションを徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では大注目の新作クッションファンデーションの塗り心地、室内と自然光で見た時の仕上がり、香り、4時間後のマスク崩れ、お直しについてを比較していきますので、少しでもクッションファンデ選びの参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較するアイテムの詳細をご紹介します。ディオールスキンフォーエバーヒドラグロークッション SPF50 PA3+24時間カバー力と潤い続く。ディオールで初めてメッシュフィルターを採用。サーダと一体化する薄膜を叶えながら気になる部分はしっかりカバー。柔らかな光が巡る潤いに満ちたラディアントグローのツヤ肌へ。使用するカラーは 2N。ナーズライトリフレクティングセラムクッションファンデーション SPF42 PA2+。目覚める輝き、満ち渡る潤い。ケア成分を配合したメイクアップとスキンケアのハイブリッド手法により、心地よい使用感で肌を瞬時に整え、長時間艶やかな仕上がりを保ちます。配合されたトリプル C ブライトニングコンプレックスの働きにより、つけた瞬間も時間が経過した後も輝き続ける肌へと導きます。使用するカラーは03791。プラダビューティープラダメッシュクッション SPF50+PA3+。プラダリナイロンを贅沢に施したクチュールコンパクトで気持ちまで上質に。超柔軟テクスチャーが表情の動きにフィットし、仕上がりが24時間続く美容液クッション。ピグメントと絡み合った薄膜の層が肌に密着し、表情の動きに合わせて動くため、一日中崩れ、よれ、くすみを気にせず、思いのままの笑顔で。仕上がりはサーダから発光するような輝きに滑らかな質感が特徴。使用するカラーは LN10。バーバリービューティービヨンドウェアパーフェクティングマットクッション SPF15。ナチュラルなマット仕上げで滑らかな美しい肌へ。画期的なトレンチプロテクトテクノロジーを採用しており、崩れにくさと長時間の保湿力でナチュラルなマット仕上げ、滑らかで美しい肌を演出します。気になるポイントは重ねて使用することで高いカバー力に調整可能。ラグジュアリーなコンパクトに収められており、外出先でのメイク直しにもおすすめです。使用するカラーは30、ライトニュートラル。まず比較していくのはこちら。新作クッションの中でも特に注目度の高いディオールとナーズです。それぞれを半眼ずつに塗って塗り心地や仕上がりを比較していきます。今回私はディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールを使用しています。それではまずはこちら側半分にディオールを塗っていきます。こちらはこんな感じのメッシュタイプのクッションです。まずパフに取ったものを優しく滑らせるように密着させていって、その後に軽く押さえると綺麗に仕上がります。みずみずしいテクスチャーと発光するようなツヤ仕上がりが特徴です。まずはこちら側半分にディオールを塗ってみました。程よい膜感のあるみずみずしいテクスチャーで肌にピタッと密着して内側から発光するようなつるんとしたツヤ感と、一度塗りでもしっかり赤みや色ムラをカバーする高いカバー力が得られます。みずみずしい膜で肌を覆うので、近くで見てもしっかりツヤが感じられるのと、毛穴や凹凸をつるんと滑らかに見せてくれます。
水分をたっぷり肌に閉じ込めてくれるような保湿感なので、乾燥が気になる肌タイプの方はもちろんですが、皮脂やベタつきが気になるタイプの方も使いやすいです。そして一度塗りの時点でも、この辺りにあった赤みなどもしっかりカバーしてくれるので、カバー力が高めのファンデーションをお探しの方にもすごく使いやすいと思います。香りはディオールフォーエバーシリーズ共通のフローラル系のフレグランスのような香りが結構しっかりめに感じられます。では反対側にナーズを塗っていきます。まずはこういったスポンジタイプのクッションです。肌に優しくタップするようにのせていきます。ナーズもかなりみずみずしいので、肌にスッと馴染んでいくような質感ですね。化粧水で保湿をした時のような軽やかでみずみずしい保湿感を感じられます。すぐに肌に馴染んでくれるので、ファンデーションを均一に塗るのが苦手という方にも使いやすいと思います。はい、反対側にはナーズを塗ってみました。ナーズは油分っぽさやファンデーションの重さを一切感じさせない軽やかな質感が特徴的です。オイル感のないみずみずしい化粧水でしっかり保湿をした時のような肌に水分をたっぷり与えたような保湿感とツヤ感があって、ファンデーションを簡単にムラなく仕上げたいという方にはもちろん、毛穴や凹凸がファンデーションに溜まる感じが気になるという方にもものすごく使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。たっぷりの水分で肌がふっくら仕上がっているので、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まる感じが気にならなくて、均一に肌にのせることができます。こちらも近くで見てもしっかり塗れたようなツヤを感じられます。ただ、カバー力は控えめで、ニキビ跡などを完全にカバーする感じではないので、こちらはコンシーラーと合わせて使用するのがおすすめかなと思います。香りは原料のような香りのみなので、苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、それぞれ上に重ねてカバーしていきたいと思います。ディオールは重ねても厚みが出ない分、こんな感じで一度塗りの時とあまりカバー力は変わらないので、こちらは一度塗りでしっかりファンデーションを肌に密着させた方が綺麗に仕上がる印象です。ナーズもかなりみずみずしくて肌に馴染んでいくので、重ねていっても汚くなる感じはしませんが、こんな感じで、やはりこちらもカバー力が増す感じはしないです。はい、ディオールとナーズ、それぞれ何度かしっかり重ねて仕上げてみました。やはりどちらもみずみずしい質感だからか、重ねていってもカバー力が変わる感じはしなかったので、少量のファンデーションを一度塗りでしっかり肌に密着させて仕上げた方がより綺麗に長持ちするかなと思いました。みずみずしい塗り心地としっかりしたツヤを感じられる仕上がりはよく似ていますが、比較をするとディオールの方が肌を膜で覆ったようなつるんとしたツヤ肌なのに対して、ナーズはスキンケア後のような濡れたような軽やかなツヤ仕上がりです。ナーズの方がさらに光をキャッチする感じがするので、よりツヤ感をお求めの方はナーズがおすすめ。滑らかなつるんと感や作り込んだ肌印象に見せたい方はディオールがおすすめです。それぞれ近くで見るとこんな感じです。まず毛穴カバーについてですが、どちらもとても綺麗ですが、比較をするとディオールの方が水分の中に膜感があるからか、毛穴や凹凸を覆ってつるんと見せてくれる印象。つるんとした滑らか肌に見せたい方はディオールがおすすめです。ナーズはたっぷりの水分で毛穴や凹凸をふっくらさせてくれるので、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まる感じが気になる方や、大きい毛穴を目立たなくさせながらファンデーションを塗りたいという方はナーズがおすすめ。そして赤みや色ムラなどのカバー力についてはディオールの方が高くて、こちらは一度塗りでもしっかりニキビ跡などもカバーしてくれます。反対にナーズは重ねていってもこんな感じで透け感は残るので、気になる方はコンシーラーと合わせて使用するのがおすすめです。アップで比較するとこんな感じです。どちらも肌タイプ問わずに使いやすいみずみずしい保湿感とツヤツヤ仕上がり、そして高い紫外線カット効果があるだけでも優秀ですが、つるんとした滑らかで上質なツヤ肌に仕上がるディオールか、みずみずしいスキンケア後のような濡れたようなツヤ肌に仕上がる軽やかなナーズかで、お好みで選んでいただきやすいかなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもツヤツヤでとても綺麗ですが、パールで作ったツヤではなく、みずみずしいツヤなので、毛穴や凹凸も悪目立ちしなくて、とても自然で綺麗です。では、この上にナーズのフェイスパウダーをブラシで軽く塗っ
で、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもみずみずしい保湿感があって、ツヤツヤに仕上がるタイプですが、皮脂が気になる私の肌でもそこまでテカテカになっていなくて、皮脂やテカリは最小限に収まっています。近くで見るとこんな感じです。まずディオールは小鼻の横に若干ファンデーションが溜まっているのと皮脂が出ている感じは気になりますが、ファンデーションがよれたり皮脂と混ざって薄まったりすることなく、塗りたての時のようなつるんとしたツヤ感とカバー感をきれいに保っています。反対にナーズはこんな感じで、マスクがよく当たる位置は摩擦でファンデーションが剥げる感じが気になったので、こちらはマスクなしで過ごすときにおすすめかなと思いました。アップで比較するとこんな感じです。ただ、肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も全くベタつきを感じないので、ツヤツヤに仕上がるファンデーションを使いたいけれど、皮脂やベタつきが気になるという方にも安心して使っていただきやすいかなと思います。では、軽くティッシュオフをして、それぞれ上からお直しをしてみたいと思います。まずはディオールです。ディオールは膜感があるファンデーションなので、パフを使って少し押し込むように重ねていくと、ベースのファンデーションが綺麗に馴染んでくれます。こんな感じでつるんとしたツヤ感とカバー感が復活してくれます。ナースはかなりみずみずしいので、こんな感じで優しくタップするようにのせていくと、ファンデーションがよれてしまった部分も綺麗にお直しすることができます。皮脂や摩擦には少し弱めでしたが、上から重ねても全く汚くならないので、崩れやすい時期にこまめにお直しをしながら使うのに最適なファンデーションかなと思います。はい、ディオールとナーズ、それぞれ上からお直しするとこんな感じです。塗りたてのツヤツヤ感が復活してくれました。近くで見るとこんな感じです。ディオールは少し膜感があるタイプなので、タップするよりもしっかりなじませながら塗っていくと、残っているファンデーションと上から重ねたファンデーションが綺麗に密着してくれます。反対にナースはかなりみずみずしくて、お直しにかなり向いているタイプでした。厚みのあるパウダーの上から重ねても毛穴落ちしにくいので、こまめに塗り直しをしたい時や、お直し用のクッションとして持ち運ぶのにすごくいいなと思います。お直し後アップで比較するとこんな感じです。みずみずしい塗り心地でツヤツヤに仕上がるところはとても似ている2つでしたが、つるんとした滑らかなツヤ肌に仕上げたい方、高いカバー力が欲しい方、皮脂やテカリ、マスクの摩擦などの崩れを最小限に防ぎたい方はディオールがおすすめ。重さや厚みを全く感じないみずみずしさで、毛穴や凹凸が気になる時にも簡単に塗れるファンデーションをお探しの方や、スキンケア後のような濡れたようなツヤ肌に仕上げたい方、上から重ねても汚くならないお直し用アイテムをお探しの方にはナーズがおすすめかなと思います。続いて比較するのはこちら。プラダビューティーとバーバリービューティーです。まずはこちら側にプラダを塗っていきます。プラダはこんな感じのメッシュタイプのクッションになっています。軽く取ったものを肌に密着させるようにのせてタップしていきます。プラダは滑らかですが余分な油分感がなくて肌にスッと馴染んでいってくれる感じがとても使いやすいです。クッションファンデーション特有の油分っぽさやベタつきが苦手という方にも使いやすいと思います。はい、まずはこちら側にプラダを塗ってみました。プラダは余分な水分や油分がなく、ベタつきや重さを一切感じさせなくて、肌にスッと馴染んで密着するような質感が特徴的です。仕上がりも艶すぎずマットすぎず、自然に頬の高い位置に光を集めるようなサーダのような仕上がりなので、これからのベタつきやテカリが気になる時期にも安心して使いやすそうだなと思います。近くで見るとこんな感じです。ファンデーションがしっかり肌に密着しながら馴染んでくれるので、重さや厚みが出ていなくて、近くで見ても素肌っぽい仕上がりですが、毛穴や凹凸は滑らかにフラットに整えてくれています。一度塗りの時点だと若干赤みや色ムラは透けるような印象ですが、素肌っぽいのに適度なカバー力もあるところが使いやすいです。香りはスキンケアのような香りがうっすらと香る程度です。では反対側にバーバリーを塗っていきます。
バーバリーはこんな感じのスポンジタイプです。バーバリーは今回ご紹介している中で唯一のマット仕上がりとのことですが、ファンデーションの液自体はこんな感じで適度な油分もあるので、乾燥肌の方にも安心して使いやすいマットファンデーションだなと思います。クリーミーで適度な厚みがあるので、一塗りでも結構しっかりカバーしてくれますね。はい、反対側にはバーバリーを塗ってみました。今回ご紹介している4つのクッションファンデーションの中で一番クリーミーなテクスチャーなので、ツヤは抑えめのマットタイプですが、乾燥が気になる時にも安心して使いやすいクリーミーな保湿感がありました。顔の高い位置は光の反射も感じられるので、重たいマットにならないところも使いやすいなと思います。そしてこちらは何といっても毛穴や凹凸を埋めるようなカバー力がとても高かったです。近くで見ても細かい毛穴や凹凸を一切感じさせないような、毛穴を埋めて補正するようなタイプのファンデーションをお探しの方にものすごく使いやすいと思います。一度塗りだとニキビ跡などの赤みを完全にカバーするほどハイカバーというわけではないですが、もう少し重ねていけばしっかりカバーもしてくれそうです。香りについてはこちらもスキンケアのような香りがうっすらと香る程度なので、苦手な方にも使いやすいと思います。ではそれぞれ重ねていってカバーしていきたいと思います。プラダはこんな感じで毛穴や凹凸を埋めるようにしっかり密着させるようにのせていくと、下に塗っているファンデーションとも綺麗に馴染みやすいです。こちらもナチュラルな仕上がりなので、重ねていってもそこまで赤みや色ムラのカバー感がアップする感じはしませんが、タップしていくと毛穴や凹凸がより綺麗にカバーされる感じはします。バーバリーは厚みのあるクリームテクスチャーなので、重ねていくとどんどんカバー力がアップしていきます。プラダとバーバリー、なんとかしっかり塗り重ねて仕上げるとこんな感じです。どちらも重ねれば重ねるほど毛穴や凹凸を感じさせないような毛穴レス肌に仕上がっていきます。プラダは素肌っぽさを残したまま毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれる補正感。バーバリーは毛穴や凹凸、赤みや色ムラをクリーミーなテクスチャーで覆いながらしっかりカバーしてくれる高いカバー力を感じられます。ツヤツヤしすぎずマットに寄りすぎない素肌のような自然な仕上がりと毛穴レスに仕上がるところが共通している2つのファンデーションですが、比較をするとプラダの方がかなりナチュラルで素肌のような印象のまま肌をきれいに見せたい方におすすめ。バーバリーはファンデーションでしっかり肌を覆って作り込んだような肌に見せたい時におすすめです。それぞれ近くで見るとこんな感じです。プラダはしっかり重ねても厚みが出ることなく、軽やかなのに肌全体をフラットに見せてくれていて、バーバリーは重ねていくとしっかり肌全体を覆ってカバーしてくれています。アップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもツヤツヤしすぎず重たいマットにも寄りすぎない質感がとても綺麗ですが、やはりこうして見るとバーバリーの方が光を抑えたような仕上がりなのに対して、プラダは自然に光をキャッチする感じがわかりやすいです。そして質感にもかなり違いがあって、プラダはベタつきや重さを一切感じさせないさっぱりとした質感、バーバリーは適度に厚みのあるクリーミーな質感なので、皮脂やベタつきが気になる方、重たいファンデーションが苦手な方にはプラダがおすすめ。パサつきや乾燥が気になる方、滑らかな保湿感が欲しい方はバーバリーがおすすめかなと思います。それではパウダーを塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、これから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今日はかなり気温が高いので、4時間過ごす中でうっすら汗をかいたり、皮脂もたくさん出ている感じがしましたが、どちらも皮脂崩れやテカリにかなり強いなと感じました。近くで見るとこんな感じです。まずプラダはこの部分は少しファンデーションのハゲが気になりますが、質感もカバー感も塗りたての時のままを保ってくれていて、小鼻の横にファンデーションが溜まる感じや、皮脂と混ざってカバー力が薄まる感じなども全くせずに、塗りたての素肌のような自然な仕上がりをキープしてくれました。スキンケア成分たっぷりの美容液クッションとのことですが、塗りたてからベタつきや重さを全く感じなかったので、
スキンケア感覚で使いながらも皮脂や崩れを対策したい時にぴったりだなと思います。そして反対側のバーバリーは重ねるとかなりハイカバーに仕上がったので、塗りたてと比較をすると若干カバー力が薄まった感じはしますが、それでもかなり綺麗に保ってくれています。時間が経っても毛穴が開いてきたり、毛穴をする感じも全く気にならなくて、塗りたての毛穴を埋めるような補正感が持続してくれます。クリーミーでハイカバーのタイプなのに、皮脂崩れ、摩擦崩れ、どちらにも強いところがすごく優秀です。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは見た目通りで、プラダは小鼻の横も全くベタつきを感じずに軽やかでさらりとしている印象。バーバリーは内側に適度な保湿感は感じられますが、表面にベタつきが出ている感じはしないので、この2つは皮脂崩れが気になる肌タイプの方にもかなり使いやすいです。では軽くティッシュオフをして、それぞれお直しをしていきます。プラダは余分な水分や油分を感じにくくてさっぱりしているタイプなので、少し圧をかけながらタップしていくと、下に残っているファンデーションとも混ざらずに塗り直していきます。続いてバーバリーです。かなりクリーミーなテクスチャーなので、上から重ねてもこんな感じで、下に残っているファンデーションと混ざることもなく、綺麗にお直していきます。こちらも先ほどにご紹介したナーズと同様、お直しとして上から重ねるのにも最適なクッションですね。はい、それぞれ上からお直しに使ってみました。プラダはこんな感じで、かなりさらりとしているので、少量ずつをしっかりタップしながらなじませていくと、綺麗に復活してくれます。反対にバーバリーはたっぷりの量を上から重ねてもクリーミーなので自然に馴染んでくれました。ハイカバーでお直ししやすいクッションを持ち運びたい時に最適です。お直し後比較するとこんな感じです。はい、ではこんな感じで新作クッションファンデーション4種類を比較していきました。今回ご紹介した中で一番ツヤを感じられたのはナーズでした。比較をしたディオールもつるんとした滑らかなツヤ肌に仕上がりましたが、ナーズはよりツヤ感が強く、みずみずしい濡れたようなツヤ肌を演出してくれました。続いて一番しっとりしていたのはバーバリーでした。今回ご紹介した中で唯一のマット仕上がりタイプでしたが、顔の中心部分に自然な光を集めてくれるので、そこまで重たいマットにならなかったのと、かなりクリーミーで程よい厚みのあるテクスチャーだったので、乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすそうです。そして一番崩れに強かったのがプラダでした。バーバリーもかなりクリーミーなテクスチャーなのに、だいたい同じくらいの皮脂への強さがありましたが、プラダの方がよりマスクの摩擦に強かったです。プラダは余分な水分や油分を感じないかなり軽やかな質感なので、ファンデーションのベタつきや重さが苦手という方にも安心して使いやすいと思います。今回ご紹介した4つのファンデーションはそれぞれ毛穴カバー効果も高かったので、肌悩みに合わせて選べるところがすごくいいなと思いました。組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れに違いは出てくるかと思いますが、少しでも参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。